こんばんは。今宵は心地よい眠りへと誘うための特別な時間をご用意しました。雑学と不思議な都市伝説の世界をゆっくりと巡りながらお休みの準備をしましょう。枕元で聞く小話を通じて心を落ち着かせ穏やかな眠りへと誘います。さあ、最初の小話から始めましょう。ハニカム構造。私たちの夜の旅を始めるのは自然界の脅威から蜂の巣はその完璧な六角形のパターンで知られています。この形状は最も少ない材料で最大限の強度を確保するために進化しました。蜂がこのような形状を選ぶのは効率の良さと安定性からなのですね。チューリップバブル。次に17世紀のオランダへと時を遡ります。チューリップは一時期非常に高価で希少なものとされ、一つの球根外へ一軒の値打ちと同じになることもありました。この現象はチューリップバブルと呼ばれ、世界初の経済バブルの一例とされています。ポリネシアの航海術。今、青い海原を想像してみてください。ポリネシアの航海者たちは星の位置、海の流れ、鳥の飛ぶ様子を見て広大な太平洋を自由に渡り歩きました。これらの知識は世代から世代へと受け継がれた貴重なものです。ロックネスの怪物。スコットランドの深い湖、ロックネス。ここには大きな謎の生物が潜んでいると言われています。多くの目撃談があるものの科学的な証明はまだありません。しかしその物語は多くの人々に愛され続けています。ビクトリア朝の隠された足。ビクトリア時代のイギリスでは女性の足は見せることがつつましくないとされていました。そのため家具も足を隠すスタイルが流行りました。例えばテーブルや椅子の脚部分が精巧に隠されたデザインが多く見られるのです。ワイヤレス電力伝送。ニコラ・テスラは電力をワイヤレスで送る技術を発明しましたが、完全な形で実現する前にプロジェクトは中断されました。彼のこの革新的なアイデアは今日の無線充電技術に影響を与えています。フリーメイソン。フリーメイソンとは世界中に支部を持つ秘密結社の一つです。歴史的に多くの著名人がメンバーであり、多くの都市伝説や陰謀論の源とされています。しかし、その活動は主に慈善やコミュニティサービスに焦点を当てています。ペトラの隠れた色。ヨルダンにある古代都市ペトラはローズシティとも呼ばれています。その名の通り、岩が日の光によってピンク色に輝くことがあります。まるで時間を超えた美しさを見せてくれるかのようです。クレオパトラの時代。クレオパトラは古代エジプトの女王として有名ですが、彼女が生きた時代は実はピラミッドが建てられた時代よりも
私たちが現在生きている時代に近いんです。ペンギンの礼儀。ペンギンは一見すると単なる愛らしい生き物に見えますが、非常に礼儀正しい動作を見せることがあります。彼らは石を贈り物として提供することで、配偶者を見つけたり、友情を深めたりします。ミツバチの踊り。ミツバチが巣に戻るとき、彼らはワグルダンスと呼ばれる特殊な踊りをします。これは他のミツバチに花の位置を正確に教えるための方法です。ビクトリアン時代のティータイム。19世紀のイギリスでは、アンナ王妃が午後のお茶の習慣を始めたことが現在のティータイムの起源です。この小さな休憩が今や世界中で愛される文化となりました。ギネスビールの秘密。ギネスビールの独特のクリーミーな泡は、通常の空気ではなく窒素が使われているために生じます。これがその滑らかな口当たりを実現しています。シャーロック・ホームズの住所。シャーロック・ホームズが住むとされる 221B ベーカー街は、実は当時存在しない番地でした。アーサー・コナン・ドイルが作り出した架空の住所が、今では観光地として実際に存在します。コンピューターウイルスの始まり。最初のコンピューターウイルスは1983年に作られました。その名前はクリーパーで、単に私はハウ、注意してというメッセージを表示するだけのものでした。バナナの遺伝子。バナナは遺伝的にほぼ同一で、クローンのように増やされています。この一見単調な遺伝的多様性が、バナナを病気に弱くしています。砂漠の雨。世界で最も乾燥した場所であるチリのアタカマ砂漠では、数年に一度しか雨が降らないことがあります。しかし、雨が降ると、砂漠は一時的に花で覆われます。リンゴの種類。世界には7500種以上のリンゴが存在します。それぞれに独自の風味、色、そして質感があり、その多様性は驚くべきものです。象の社会構造。象は非常に発達した社会構造を持つ動物で、特にメスが主導する家族群で知られています。彼らは互いに深い絆で結ばれており、長期間にわたって協力して生活します。カタツムリの眠り。カタツムリは最長で3年間眠り続けることがあります。彼らは長期間の乾燥を生き延びるためにこの方法を利用します。古代の電池。バグダッド電池として知られるこの古代のアイテムは、紀元前の時代に電気を生成していたとされています。これは現代の電池の原型かもしれません。時計の歴史。最初の機械式時計は13世紀のヨーロッパで発明されました。これらの初期の時計は非常に大きく、主に教会の塔に設置されていました。
の色、宇宙から見た地球の色は主に青ですが、これは地球の表面の約 71% が水で覆われているためです。青い惑星として知られる地球は、その美しさで宇宙からも際立っています。ペンの発展、ボールペンが一般的に使用されるようになったのは第二次世界大戦中です。それ以前は万年筆や鉛筆が主に使用されていましたが、ボールペンの便利さが広く認識されるようになりました。蝶の味覚。蝶は足の裏で味を感じることができます。彼らは花の上を歩きながら足で甘さを感じ取り、蜜のある花を見つけ出します。狩りの別名、狩りは光の塔と呼ばれることがありますが、これは街の美しい照明と活気ある芸術シーンに由来しています。夜のパリは特にその名にふさわしい光景を提供します。海馬の忠誠。海馬は一生を通じて一つのパートナーだけを持ちます。彼らは毎朝一緒に特別なダンスをして絆を確かめ合います。ワイングラスの形状。ワイングラスの形状はそのワインの種類によって異なります。形状は香りや味わいが最大限に引き出されるように設計されています。ハワイ語のアルファベット。ハワイ語のアルファベットはたった12文字から成り立っています。これには5つの母音と7つの子音が含まれます。チョコレートの歴史。チョコレートはもともと飲み物として古代メソアメリカで消費されていました。最初はとても苦く、砂糖が加えられることはありませんでした。鮎の特徴。鮎はその一生を川と海の間で過ごしますが、特にその記憶力が非常に高いことで知られています。彼らは生まれた川を記憶し、産卵のために帰ってくることができます。耳を動かす能力。人間は耳を動かす筋肉を持っていますが、多くの人がこれを意識的にコントロールすることはできません。しかし、一部の人々はこれを学ぶことが可能です。地球外のダイヤモンド。天王星と海王星には圧力が非常に高いため、雲の中でダイヤモンドが雨として降ることが科学的に予想されています。これはこれらの惑星の独特な気象現象の一例です。ウミガメの航海。ウミガメは生まれた砂浜に戻るために地球の磁場を使って航海します。彼らのこの長旅は自然界の不思議な一例とされています。ローマ数字の0。ローマ数字には0が存在しません。この数学的概念はローマの数字システムが発展する以前からアラビア数字によって導入されました。グランドキャニオンの年齢。グランドキャニオンは約600万年前に形成され始めたと考えられていますが、その壮大な風景は今でも多くの人々を魅了しています。ラ
ラベンダーの効能。ラベンダーにはリラックス効果があり、不安を軽減し睡眠を促進すると言われています。その甘い香りは多くの文化で愛されています。黒いバラの存在。自然界には完全な黒いバラは存在しませんが、非常に濃い紫や赤色のバラが黒と認識されることがあります。これらは特に珍しいとされています。人間の DNA とバナナ、驚くかもしれませんが、人間の DNA は約 50% がバナナと共通しています。これは生物学的な基本的な機能が多くの生物種で似ていることを示しています。アイスランドの林業。アイスランドにはもともとほとんど木がなく、国土の大部分が森林ではありません。しかし、再植林の努力が進められています。ホタルの光。ホタルの光は化学反応によって生み出される火や光と呼ばれます。この光はほとんど熱を持たず、夜の自然を美しく照らします。バイオリンの木材。最高品質のバイオリンは特に音響特性が良いとされるトーンウッドと呼ばれる木材で作られています。この木は寒冷な気候でゆっくりと成長することで均一で密な木目が形成されます。クラハの先生時計。クラハの旧市街広場には世界で最も古い動作する先生時計があります。これは1410年に作られ、今もなお時間を刻み続けています。イルカの呼び名。イルカは互いを独自の笛声で呼び合います。この音は個々のイルカに固有で、人間の名前のように機能します。ジュリアス。シーザーのカレンダー改革。ジュリアス。シーザーはローマ暦を改革し、現在のグレゴリオ暦の原型となるユリウス暦を導入しました。この改革により、暦が太陽年により密接に合わせられました。クリケットの試合時間。クリケットのテストマッチは最長で5日間続くことがあります。これはスポーツの試合としては非常に長い部類に入ります。マンハッタンの名前の由来。マンハッタンという名前は先住民族の言葉から来ており、丘の多い島を意味します。この名前はニューヨーク市の中心部の地形を反映しています。オーロラの成因。オーロラは地球の高緯度地域で見られる自然の光のショーです。これは地球の磁場と海洋風との相互作用によって発生します。その幻想的な輝きは多くの人々に夢とロマンを感じさせます。モアイ像の謎。イースター島のモアイ像は古代のポリネシア人によって作られましたが、これらの巨大な石像がどのようにして運ばれたかは今もなお謎の一つです。狩りのカタコンベ。狩りの地下にはカタコンベと呼ばれる地下墓地が広がっており、そこには600万人以上の骨が安置されています。
これは18世紀の衛生問題の解決策として始まりました。無重力の影響。宇宙飛行士が長期間宇宙に滞在すると、無重力状態が骨密度や筋肉量の減少を引き起こすことがあります。これは地球に帰還した後のリハビリテーションで対処されます。カラフルなフラミンゴ。フラミンゴの鮮やかなピンク色は、彼らが食べる食物に含まれるカロテノイドによるものです。主に藻類や甲殻類から得られるこの色素が彼らの羽毛を染め上げます。ヴィーナスフライトラップの気候。ヴィーナスフライトラップは触れると閉じる特殊な葉を持つ食虫植物です。この植物は小さな昆虫を捕食して栄養を補います。プラチナの希少性。プラチナは地球上で最も希少な金属の一つです。そのため、金よりも価値が高く、さまざまな工業製品や宝飾品に使用されています。グレートウォールの長さ。中国の万里の長城は、その全長が 21,196km にも及びます。これは地球の半径よりも長い距離です。タイムカプセル。タイムカプセルは将来の人々に向けて現在の物品や情報を保存するために埋められます。最も古いものは石器時代に遡ることができます。シェイクスピアの新語。ウィリアム・シェイクスピアは英語に多くの新しい言葉を導入しました。アサシン、暗殺やベッドルーム、寝室など、彼の作品を通じて使われ始めた言葉がたくさんあります。マッチの誕生。最初の安全マッチは1826年にイギリスで発明されました。これは人々の日常生活に革命をもたらし、火を使う方法を大きく変えました。アントワネットの誤解。マリー・アントワネットがパンがなければケーキを食べればいいのにと発言したという話は有名ですが、実際には彼女がこの言葉を発した証拠はありません。オリーブオイルの歴史。オリーブオイルは古代ギリシャでさまざまな用途に使用されていました。料理だけでなく、薬、燃料、さらには体を清めるためにも使われていました。ビールとピラミッド。古代エジプトでは、ピラミッドを建設する労働者にビールが日常的に支給されていました。これは栄養補給としての役割も果たしていたとされています。時間の感知。人間の時間の感知は非常に主観的で、状況によって時間が早く感じられたり、遅く感じられたりします。緊張や楽しみの瞬間は特に時間が早く感じられることがあります。ペンギンの石。ペンギンは求愛の際に相手に小石を送ります。この行動はペアの絆を深め、共に巣を作るための礎となる石を集める手助けとなります。弁の蝶蜂彗星。
蓮の葉は非常に抜水性が高く、水滴が葉の表面を転がり落ちる様子は蓮効果と呼ばれています。この現象は自浄作用にも役立っています。ミモザの植物行動。ミモザと呼ばれる植物は触れられると葉を閉じる特性を持っています。これは自己防衛の一環で、動物に食べられることから身を守るための行動です。ゴルフボールのディンプル。ゴルフボールの表面のディンプルは、飛距離と精度を向上させるために設計されています。空気の流れを効果的に管理することで、より遠くへとボールを飛ばすことが可能です。蜂蜜の種類。蜂蜜の種類は、蜂が集める花の種類によって異なります。マヌカハチミツ、クローバーハチミツ、ラベンダーハチミツなど、角ハチミツには独特の味と特性があります。人間の瞬き。人間は平均して1分間に15回から20回瞬きをします。これは目を潤し、異物を取り除くための自然な反応です。ベネチアの塩。ベネチアワークはアルタと呼ばれる紅潮によく見舞われます。これは特定の季節に海水位が上昇し、通りや広場が一時的に水浸しになる現象です。世界の時差。地球上で最も時差が大きい国はロシアで、11の異なるタイムゾーンが存在します。これにより、国内での時間は非常に多様です。カエルの冬眠。一部のカエルは厳しい冬を乗り越えるために冬眠します。この間、彼らの体の大部分が凍りますが、春が来ると再び活動を始めます。言葉の起源。サラリーマンという言葉は日本で生まれ、英語の SLARIED マンを短縮したものです。これは定期的な給与を受け取る会社員を指します。ライト兄弟の飛行機。ライト兄弟による最初の有人動力飛行は、1903年にアメリカのノースカロライナ州で行われました。この歴史的な飛行はわずか12秒間でしたが、航空の歴史を塗り替える瞬間でした。インターネットの始まり。インターネットの原型であるアルファネットは、1969年にアメリカ国防総省のプロジェクトとして始まりました。これが今日私たちが利用する広範なインターネットの礎を築きました。猫の睡眠時間。猫は1日の約 70% を睡眠に費やします。これは彼らの野生の本能から来ており、狩りをするためのエネルギーを保持するためです。ロンドン橋の歴史。ロンドン橋は何度も再建されており、現在の橋は1973年に完成しました。最も有名な落ちるロンドン橋は、1824年から1967年まで存在しました。クジラの歌。クジラは複雑な歌を歌うことで知られており、
これは主に交配の季節に聞かれます。彼らの歌は数十キロメートルもの距離で伝わることがあります。世界最小の国、世界で最も小さな独立国はバチカン市国です。面積はわずか 0.44 平方キロメートルで、ローマ市内に位置しています。砂の科学。砂は主にケイ素でできており、地球の地殻を構成する要素の一つです。砂の粒は岩石が風化し、時間とともに小さく削られて形成されます。コアラの指紋。コアラの指紋は人間のものと非常に似ており、科学者たちも時には見分けがつかないほどです。これは彼らが木を登る際のグリップを強化するために進化した特徴です。メリーゴーランドの起源。メリーゴーランドは中世ヨーロッパの騎馬訓練から派生したとされています。訓練用に作られた回転式の装置が後に子どもたちの遊具へと発展しました。雨の匂いの原因。雨の匂いの主な原因は地面から放出されるペトリコールという化学物質です。雨が土に当たるとこの香りが空気中に放出されます。海賊の眼帯の真実。海賊が眼帯をする理由の一つに暗闇での視力を維持するためとされています。一方の目を常に暗闇に慣れさせておくことで急に暗い場所に入った際にも見やすくなります。ウィーンのカフェ文化。ウィーンはカフェ文化で有名で、その起源は17世紀に遡ります。トルコ軍が去った後に残されたコーヒー豆から始まったと言われています。オリンピックのマラソン距離。現代オリンピックのマラソン距離は 42.195km です。この距離は1908年ロンドンオリンピックで設定され、王室の希望によりスタート地点が調整されたためです。猫の社会構造。猫は本質的に独立した動物ですが、野良猫はしばしば小さな群れを形成します。これらの群れは通常血縁関係が基盤となり、共同で子育てを行うことがあります。ミラノの隠れた川。イタリアのミラノでは多くの川が地下に埋められて市街地が形成されています。かつては船が行き交っていたこれらの水路は現在では隠れた歴史の一部となっています。アルマジロの得意な能力。アルマジロは驚くべき能力を持っており、完全に水の中を横断することができます。彼らは水中で息を止め、体を膨らませて浮力を増すことが可能です。ブラジルナッツの奇妙な受粉。ブラジルナッツの木は非常に得意な受粉方法を持っています。この木の花を受粉できるのは特定の蜂だけです。他などの生物にもできない、とても特殊な関係性です。世界で最も古い公園。デンマークのコペンハーゲンにある馬券は世界で最も古い遊園地の一つです。
1583年に開設され、今日もなお多くの訪問者を楽しませています。電話の発明。電話は1876年にアレクサンダー・グラハム・ベルによって発明されましたが、彼はこの発明で最も有名になったものの、複数の科学者が同様の技術を独自に開発していました。サファイアの多様性。サファイアは通常、青色を連想させますが、この宝石はピンク、黄色、緑、さらには透明な色まで存在します。サファイアの色の範囲は非常に広いです。ニュージーランドの火山。ニュージーランドは火山活動が非常に活発で、特に北島には数多くの火山が存在します。この地理的特徴が国の豊かな温泉や地熱エネルギーの源となっています。レモンのビタミン C。レモンはビタミン C が豊富で知られていますが、実はオレンジと比べても遜色ない量を含んでいます。レモン1個で成人の日常推奨量の約半分を摂取できます。蜂の重要性。蜂は生態系において非常に重要な役割を果たしています。彼らは多くの植物の受粉に関与し、私たちの食生活に不可欠な果物や野菜の生産を支えています。世界の最も小さい哺乳類、バンブルビー、コウモリは体長が約29、33mm と世界で最も小さい哺乳類の一つです。この小さなコウモリは重さがわずか 2g 程度で、主に昆虫を食べて生活しています。砂時計の歴史。砂時計は古代エジプト時代にまで遡ると言われています。初期の砂時計は水時計の原理を応用したもので、時間を計測するために使われました。パンダの模様。ジャイアントパンダの特徴的な黒と白の模様は、彼らが生息する雪と岩が多い環境でのカモフラージュに役立っています。この模様は大きく見せる効果もあり、敵から身を守るのに寄与しています。キリンの舌。キリンの舌は非常に長く、約 50cm にも達します。この長い舌は高い位置にある葉をつまむのに理想的で、彼らの主食であるアカシアの葉を効率よく食べるのに役立っています。アイスクリームの起源。アイスクリームの起源は古代まで遡りますが、一般的には中国が起源とされています。中国では紀元前にすでに雪や氷に果物や蜜を混ぜたデザートが楽しまれていました。羽のない鳥。キーウィ。ニュージーランド原産のキーウィはほとんど飛べない鳥として知られています。その体は丸く、羽毛は毛のような質感を持ち、地上生活に適応しています。二酸化炭素の固形化。ドライアイス。ドライアイスは二酸化炭素を 78.5 以下で固めたものです。
この固形化した二酸化炭素は直接気体に変化するため、冷却剤として使われる際に水分を残しません。海の青さの理由。海が青く見える主な理由は、水が青い光を吸収しにくく反射しやすいためです。深い水は光がさらに吸収されるため、より濃い青色に見えます。竹の成長速度。竹は成長速度が非常に速い植物の一つで、条件が整えば1日に最大90センチメートルも成長することがあります。この驚異的な速さは、竹が新しい林を迅速に形成するのに役立っています。映画のオスカー像。オスカー像は公式にはアカデミー賞メリット像と呼ばれ、その重さは約 3.85kg です。この金メッキされた像は映画業界で最も名誉ある賞の一つとされています。バイキングの公開技術。バイキングは特に太陽石と呼ばれるクリスタルを使用して公開する技術を持っていたとされています。曇りの日でも太陽の位置を特定するのに役立てていたと言われています。猫の鳴き声。猫が鳴くのは主に人間とコミュニケーションをとるためで、他の猫とは主に体言語や匂いでコミュニケーションを行います。これは猫が人間との関係で特別なコミュニケーションスタイルを発展させたことを示しています。ニューヨーク市の公園。ニューヨーク市のセントラルパークは米国で最も訪問者数の多い都市公園の一つです。この公園は1857年に開設され、現在では年間約3800万人が訪れます。コンピュータの初期言語。最初の高水準プログラミング言語の一つであるフォートランは、1950年代に IBM によって開発されました。この言語は科学技術計算のために設計され、コンピュータ言語の進化に大きな影響を与えました。水星のひなが。水星の1日は地球の約59日分に相当します。これは水星が非常にゆっくりと自転するためで、一方で公転は約88地球日で完了します。シャンパンの発泡。シャンパンの発泡は二次発酵と呼ばれる過程で生じます。この過程で瓶内に二酸化炭素が閉じ込められ、開封時に気泡となって現れるのです。虹の可視距離。虹は観測条件が整えば理論上は最大で約半径 42km の円弧として見ることができます。これは光が水滴によって反射し屈折する角度によるものです。世界最長の場所名。ニュージーランドには馬田、保険がカウアウ、オ、タマテア、プビ、ピカコピカ、マウンガ、ホロヌク、コカイ、ウエヌエ、タマテアプリ、コカイ、メヌア、キタナタフの丘があります。これは世界で最も長い地名の一つで、85文字にもなります。
ペンギンの防水は、ペンギンはその羽が完全に防水であることで知られています。この特性は、彼らが水中で長時間活動するのに非常に有利です。ゴルフコースの穴の数。標準的なゴルフコースには18の穴がありますが、これは単なる偶然ではありません。歴史的に18杯のウイスキーが1ゲームの長さと一致するとされ、それが穴の数に反映されたと言われています。蝶の寿命。多くの蝶は成虫としての寿命が非常に短く、わずか数週間です。しかし、この短い期間の間に彼らは繁殖し、次の世代を育てる重要な役割を果たします。エッフェル塔の塗料。エッフェル塔は、その寿命を延ばすために約7年ごとに塗り直されます。使用される塗料の総量は約60トンにもなります。ハリウッドの元の名前。ハリウッドという名前はもともとはハリウッドランドと呼ばれていました。これは1923年に不動産開発の宣伝のために設置されたサインから始まりました。バナナの曲がる理由。バナナが曲がるのは太陽に向かって成長する光実性の結果です。これによりバナナは光を最大限に受け取ることができます。プラトニック、ソリッツ。プラトンは宇宙が正多面体で構成されていると考えました。これらはプラトニック、ソリッツとして知られ、5つの正多面体があります。正4面体、正6面体立方体、正8面体、正12面体、そして正20面体です。美術品の金の使用。金は古代から美術品で使われていますが、特にルネサンス期には神聖な光を表現するために多用されました。金箔は絵画や彫刻に神秘的な輝きを加えるために使われてきました。ルービックキューブの記録。ルービックキューブは1980年に発売されて以来、世界中で人気のパズルとなりました。公式の世界記録での最速解決時間はわずか 3.47 秒です。アラスカの日照り時間。アラスカのバロー現在のウッチャグビックでは、1年のうち約82日間、太陽が沈むことがありません。これは白夜と呼ばれ、夏の間ずっと日光が続きます。ストーンヘンジの目的。ストーンヘンジは多くの謎に包まれていますが、一般的には天文観測、宗教的な儀式、あるいは両方の目的で使用されていたとされています。特定の石は夏至の日に正確に太陽の位置を指し示すよう配置されています。マダガスカルの生物多様性。マダガスカルは世界で最も生物多様性が豊かな地域の一つです。この島には世界の他のどの場所にも存在しない独自の生物種が数多く生息しています。特に有名なのは様々な種類のレムールです。砂
サボテンの水分保存術。サボテンは乾燥した環境で生き延びるために厚い葉肉と外皮を進化させました。これにより水分を非常に効率的に保存でき、長期間の乾季も生き抜くことができます。真珠の形成。真珠は牡蠣などの海外物を取り込んだ時に形成されます。貝は異物を無害化するために真珠層と呼ばれる白層を何層にも重ねてコーティングします。神経細胞の長さ。人間の体内で最も長い神経細胞は脊髄から足の指先まで伸びています。これらの神経細胞は体の一端から多端まで情報を伝える役割を果たしています。鉄道の標準機。世界で最も普及している鉄道の機関は 1435mm、いわゆる標準機です。この機関は初めて鉄道が建設されたイギリスで確立されました。ベネツィアのゴンドラ。ベネツィアのゴンドラは特定の寸法と形状で作られており、それぞれが手作りです。ゴンドリエリゴンドラの漕ぎ手の訓練は厳しく、伝統的な技術が受け継がれています。アインシュタインのノーベル賞。アルバート・アインシュタインは相対性理論で有名ですが、彼がノーベル物理学賞を受賞したのは光電効果の理論に関する業績によるものでした。カカコの独特な特徴。カカコはニュージーランド固有のオウムで、飛べないこと、夜行性であること、非常に長寿であることが特徴です。彼らは現在、絶滅危惧種として保護されています。植物の細胞壁。植物細胞は細胞壁を持っており、これが植物に固定型を与え、構造的な強さを提供しています。細胞壁は主にセルロースで構成されており、水と栄養素の流れを助けます。アルキメデスの原理。アルキメデスの原理は、液体に浸された物体は、その物体が排除した液体の重さに等しい浮力を受けると述べています。この発見はバスタブでのひらめきから生まれたと伝えられています。メキシコ式の沈下。メキシコ式は毎年数センチメートルのペースで沈下しており、これは都市がもともと湖の上に建設されたためです。地下水の汲み上げが原因で、建物に構造的な問題を引き起こしています。竜の伝説。竜の伝説は世界中の多くの文化に見られます。これらの神話的な生物は、通常、強大な力と知恵を持ち、しばしば自然の象徴として崇拝されています。ウールの防火特性。ウールは自然な防火特性を持っています。燃えにくく、高温で燃える場合でも自己消火する傾向があります。これはウールを安全な衣類素材にしています。イグ・ノーベル賞。イグ・ノーベル賞は人々を笑わせ、
その後考えさせるような科学的成果を称えるために設立されました。この賞は毎年、奇妙ながらも想像力を刺激する研究に授与されています。ロシアの白夜、ロシアのサンクトペテルブルクでは、夏の約1ヶ月間白夜と呼ばれる現象が起こります。この期間中、夜間でも完全には暗くならず、観光客に人気の現象です。バニラの起源。バニラはもともとメキシコが原産で、アステカ人がカカオ飲料に風味付けするために使っていました。今では世界中で愛される香料ですが、その栽培は非常に手間がかかります。アトランティスの伝説。アトランティスはプラトンによって最初に言及された伝説の島国で、高度な文明を持ちながら一夜にして海に沈んだとされています。この物語は今でも多くの神秘探求者を魅了しています。人体の水分量。人間の体は約 60% が水で構成されています。この水分は体温調節、代謝、栄養素の運搬など多くの生命活動に不可欠です。カンジーの名前の意味。カンジーという名前はフランス語の PENSE から来ており、これは思考を意味します。花が人の顔に似ていると考えられ、瞑想するかのように見えるためこの名が付けられました。ペットボトルのリサイクル。ペットボトルはリサイクルが可能で、古いボトルから新しいボトルや他のプラスチック製品が作られます。リサイクルすることで資源を節約し、環境負荷を減らすことができます。ゼウスの象徴。ゼウスはギリシャ神話の最高神で、雷と稲妻を象徴とします。これらは彼の力と権威を示し、彼が神々と人間の世界を統治する能力を象徴しています。太陽の温度。太陽の表面温度は約5500度セルシウスですが、中心部では約1500万度にも達します。この熱は水素がヘリウムに変換される核融合反応によって生じています。北極の日夜周期。北極では夏には太陽が一度も沈まず、冬には一度も昇らない時期があります。これらの現象はそれぞれ白夜と極夜と呼ばれています。ランボルギーニの起源。ランボルギーニはもともとトラクターを製造する会社でした。創業者のフェルッチオ・ランボルギーニが高性能スポーツカーの製造に乗り出したのは、他の高級車ブランドに挑戦するためでした。今夜ご紹介した雑学と都市伝説で、あなたの夜が少しでも豊かなものになったことを願います。心穏やかに、良い夢を。おやすみなさい。穏やかな夜をお過ごしいただき、また次の機会にお会いしましょう。ゆっくりとお休みください。